前回愛するラミルの傷を癒すためパンは鏡の中へと飛び込んだ。そして本日ついに最終決戦の幕が開く。兄を探して迷い込んだポンは敵の罠に落ちた。弟を奪われたパンは命がけで乗り込む。封印されていた真実が明らかになり、体を乗っ取られたジェットの運命は、そして最後2人が選んだのは時間を超越した永遠の愛だった。皆さんこんにちは。 BL ホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。パンはいつまでたっても帰ってこない。不安に駆られたポンは兄の机に残された名刺だけを頼りにジェットの元へと向かってしまう。パンの弟だと知ったジェットは純粋な少年を巧みに騙し、ハンターの一員として引き入れたのだ。弟と連絡が途絶えたパンはヴァンパイアたちと共に暮らしながら必死にポンを探し続けていた。そして負傷から回復したメキンもまたポンが職場を辞めていたことを知らされたまさにその瞬間、パンとラミルも同じ場所に現れる。そしてパンは初めてメキンと弟が友人だったという事実を知った。一方メサスはハンターの起源を探るべくジェットとパンがかつて暮らしていた孤児院を調査する。そこでたどり着いたのは神父ドラキュルという人物。この男こそがラミルに追放された異母兄弟ファラトゥーである可能性が極めて高い。メサスはエリースにもこの重大な事実を伝え協力を求めた。ヴァンパイアと人間の戦争をなくすという同じ目標を持つエリースは迷わず引き受ける。一方メキンはキーヤを家に連れ戻そうとするが、キーヤは逆にハンターへの復讐を誓い基地に乗り込むと宣言する。そしてキーヤはポンがハンターに加わったという衝撃の情報をメキンに告げた。それを知ったパンは一刻の猶予もなくハンター基地へと突入する。エリースにジェットがポンを連れ去ったと伝えると、エリースはその事実を知らなかったが必ずポンを無事にパンの元へ届けると固く誓う。メキンはキーヤを放っておけずハンター基地に突入する一行に同行した。そこで負傷したポンを発見しヒーリングの力で彼を救う。エリースも自らの車をメキンに貸し出しポンを守ろうとした。そしてついにポンは無事パンの元へと戻ったが、何も話してくれなかった兄を激しく責めた。自分はヴァンパイアと一緒に暮らせない、そう言い放ち部屋を飛び出してしまう。結局メキンが優しく慰め彼を連れ戻した。ここまで来ると残された道はただ一つ。ラミルがパンの記憶の中に入り込み、かつて孤児院にいた神父ドラキュルが本当に自分の弟ファラトゥーなのかを確かめるしかない。記憶をたどり火事が起こったあの忌まわしい夜へと戻る。そこでラミルが目撃したのはファラトゥーが血を吸う恐ろしい姿だった。ラミルを1世紀以上も封印したのもファラトゥーが悪魔を召喚したからだったのだ。ラミルは力でファラトゥーを眠らせパンを救い出した。そして2人は無事記憶の世界から現実へと帰還する。その後ラミルはキーヤを迎えに行った。家族なんだからみんなで一緒に住もう。その言葉にキーヤは嬉し恥ずかしそうな表情を浮かべる。負傷して帰ってきたキーヤの傷をパンが手当てした。キーヤはついにパンをも家族として受け入れたのだ。パンが夕食を作りポンとキーヤが手伝う。こうして全員でテーブルを囲む夕食は心の底から温かい。一方ジェットのもとにはエリースが真実を伝えに来ていた。かつて孤児院を襲撃したのはラミルではなく神父ドラキュルだったと。しかしジェットは信じようとしない。それでも真偽を確かめるため神父の病室を訪れる。そこでファラトゥーに体を乗っ取られてしまった。エリースも襲われメサスに緊急の救援要請が入る。現場に駆けつけるとファラトゥーが使っているのはジェットの体。誰もジェットを傷つけたくない。一同は苦しい戦いを強いられた。ラミルはパンと共にファラトゥーの意識の中へと入り込む。今回は追放ではない。ラミルはファラトゥーの心臓を迷いなく刺した。ジェットの意識がゆっくりと戻り始める。昔3人が一生家族だと誓い合ったあの日を思い出し、自分を呼ぶ声が聞こえてきた。そして最後にラミルは一族のトップの座をメサスに譲りパンと共に生きる道を選んだ。キーヤは相変わらず自分のグループのリーダーとして輝き続け、メキンは病院に復帰する。その合間にポンが働くコンビニに通い彼に宿題を教えた。ラミルとパンは時間に縛られない絵画の世界で生きることを決める。そこでならパンは永遠の命を手に入れラミルと本当の意味で一緒にいられるのだ。
ポンも兄の幸せを願い、彼の選択を心から尊重した。また次回お会いしましょう。ではでは。